こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら、すごくね、爽やかなイラストですよね。テッキさんの作品でタイトルは、今週末はどこ行こっか。いわゆるうちの子を題材にして描いたイラストです。テーマは夏、日差しや風といった爽やかな夏を連想させる要素を意識しつつ、軽やかさが出るように描いてみました。設定としては彼女の名前は若菜ちゃん、一つ下の幼馴染くんと付き合っている高校生という設定です。そんなカップルの2人が昼休みの学校の屋上で集まった時、若菜ちゃんが今週末デートはどこ行こっかと幼馴染くんにワクワクしながら問いかけている様子を描きました。添削してほしい部分は、今回のイラストではとにかくうちの子の可愛さを最大限に引き出せるように意識して描いてみたつもりなのですが、その一方でこの絵にはまだ何か足りないのではないかという気持ちもあり、この何とも言えないモヤモヤ感をうまく言語化認識できていないでいます。そこでよりキャラの可愛さを引き出すには、実在感を高めるためにはどんな改善の余地があるのかといった部分を先生の視点からご指摘いただければありがたいです。他にもありましたらお手数ですがバシバシ言及いただけると大変嬉しいですとのことです。はい、まずですね、最初に言いたいのは、ここまで細かく細部までしっかりと書き込むことができるテッキさんはすごいってことです。はい、見てください。アップにするとね、わかると思うんですが、どこもかしこも隙がないぐらいみっちりと書き込みが行われていますよね。すごいです。髪の毛もね、よく描かれていますよね。絵を描く上で最初の関門はどこかっていうと、完成度を高めようと思ってもどこに時間をかけて手を入れていけばいいのか分からずに時間をかけられない。だからクオリティが上がらないっていうことなんですが、テッキさんはその最初の関門を軽々と超えているように思います。まずはね、そこが大変素晴らしいです。すごい。でね、その上でご本人はこの絵にはまだ何か足りないのではないかともやもやと悩んでいるということです。はい、これもね、すごい向上心ですね。わかりました。テッキさんが今抱えているモヤモヤ、そして次にテッキさんが取り組むべきこの絵の問題点について、ご本人からもね、希望があったことですし、この添削を通してバシバシと解説していきたいと思います。でね、もう最初に結論言っちゃいます。このイラストすごく書き込みがされているにもかかわらず、いまいち本人が満足しきれない原因、完成度が高くなりきれていない原因は何なのかというと、一言で言うと書き込みすぎです。さっきから書き込みについて褒めてたじゃん。書いた方がいいの？それとも書かない方がいいの？ってね、ちょっと混乱してしまう人がいるかもしれませんが、はいめっちゃわかります。ちょっとね、今の言葉だけだと謎ですよね。今皆さんの頭に浮かんだハテナについてもこの添削を見ていただければ、なるほどってね、腹落ちさせることができると思います。今日のポイントはね、ちょっと上級者編なのでしっかりとついてきてくださいね。それでは早速行ってみましょう。はい、まずですね、ちょっと最初に核心部分に触れていく前の下準備として、キャラの大まかな形を修正していきます。いくつかの理由が重なって、この子のね、顔がちょっと縦に間延びしているように感じるんですね。なので最初にそこを調整していきます。まずはこうです。はい、顎をですね、ちょっと縮めました。絵柄にもよりますが、デフォルメ系の女の子のイラストの場合、顎はね、ちょっと細めに描いてあげると可愛くなりやすいですね。顎を調整したので、口の位置もついでに調整します。はい、こんな感じです。主にね、口の部分がぐいっと前にせり出しているようにも見えていたので、この部分を調整した感じです。さらに頭も少し縮めます。はい、こんな風にですね、頭の部分も少し縮めました。はい、特にですね、このセンター分けのこの真ん中のライン、ここなんですが、これがあまりにも上についているとですね、顔面がめちゃめちゃでかい人みたいに見えてしまいます。補助線を描いてみるとですね、頭の形がこんな風にあって、これがね、頭の全体の形ですよね。耳がここにあります。で、頭頂部がここにあるので、ここまでが顔面に見えますよね。
そうするとここが平らな面なので、ここが目の位置、口の位置ですよね。そうするとここがね全部顔面に見えてしまうんですよね。頭に対してここ全体が平らな面だと少し広く見えすぎてしまいます。なので頭頂部の位置を少し下げて、この真正面の顔面の面積をですね少し減らした形ですね。はい、このぐらいの面積になりますので、ちょうどいい広さになりました。あとちょっとですね、首の太さについても調整します。はい、こんな感じです。デフォルメイラストの場合には気持ち首は細く描いてあげた方がバランスが取りやすい気がします。それとですね、頭を縮めた関係上、イラスト全体が小さくなったように感じますので、イラスト全体を少しだけ拡大します。はい、こんな感じ。それと奥の腕、ここですね、この奥の腕ですが、奥に行っているので縦の長さが短くなるのはわかるんですが、少し角度的にね短く見えすぎてしまうので、下はもう少しだけ伸ばしてあげましょう。はい、こんな感じです。形についての大まかな調整はここまでです。というか逆にここぐらいしか大まかな形については気にならなかったということなんですね。そしてですね、今日のポイントはここからになります。ここからが大事な部分ですので、皆さん集中してくださいね。僕が動画の初めにこのイラストの完成度を下げているのは書き込みすぎているからだって言いましたよね。でね、それを聞いて、書き込めば書き込むほど完成度って上がるんじゃないのって不思議に思った人も多いと思うんですよ。そりゃそう思いますよね。基本的にはね、書けば書くほど完成度は上がります。ただですね、完成度を下げる書き込みっていうのも実はあるんですよ。じゃあどの部分の書き込みが完成度を下げてしまうのか、具体的にお伝えするとですね、例えばこの部分です。はい、このですね、髪の毛の白いハイライトあるじゃないですか。頭全体に同じ明るさでまんべんなくこの白いハイライト入っていると思うんですが、この辺もですね、はい、僕はですねこれを縁取り癖と呼んでいます。これをやりすぎるとイラストの密度が上がる反面、全体的にリアリティを描いたような平面的なペタッとしたねイラストに見えてしまうんです。そしてテッキさんの場合、髪の毛だけではなく全体の至るところにこの縁取り癖が見て取れます。そのおかげで、あれなんかこの絵不自然なのかもってね、テッキさんが抱えているモヤモヤの原因になってしまっていると思うんですね。ちょっとこれについては結果を見てみないといまいち伝わらないと思うので、実際にやっていきましょう。まずはセーラー服から。はい、こんな感じです。セーラー服もですね、さっき言った髪の毛の白いハイライトと同じく、服全体的にこの白いシワが同じ明度で入っていましたよね。それを僕は思い切ってガッと潰して、全体的に入っていた白いシワを少なくしてみました。もしかしたらね、今やった修正だけ見るとちょっと完成度が下がったようにも見えてしまう人がいると思うんですが、安心してください。絵はね、全体で判断するものなので、ここからさらに修正を加えていくことによって今やった調整の意味がだんだん見えてくると思います。続きやっていきますね。次はこのリボンです。はい、リボンをですね、さっきと同じく白いハイライトが全体にまんべんなく入ってしまっていたので、少しねシワを整理しました。どんどんいっちゃいますよ。次は襟の部分ですね。
はい、襟についてはね、縁取り癖はそんなに気にならなかったんですが、はためきを描くために形を意識的に崩している部分があって、例えばね、この胸元の部分とか、あとはこの襟の後ろの部分とか、ここをビラビラっとこうはためかせることによって密度を上げたいのはね、よくわかります。でもね、それをやりすぎてしまうと布がちょっとこうくたびれた感じでヨレヨレっとした感じに見えてしまうので、ともするとちょっと小汚い服を着ている女の子にも見えてしまうことがあるんですよね。それを避けるためにこのビラビラ演出は少しね、控えめにした方がいいかもしれません。次に下の部分、スカートの部分ですね。はい、ここについてもこの縦のこの白いラインとか、あとはね、この影と光の間に入っているこの黄色の色ですね、ここに縁取り癖が見えます。これがあると密度は上がるんですが、さっきも言いました、平面的に見えてしまうので、この印象を緩和していきます。はい、こんな感じです。見比べるとね、密度は減ったと思いますが、縁取りを取ったおかげで自然な立体感を感じられるように変化したのがお分かりいただけると思います。足についても少しだけ調整しますね。はい、足はですね、ちょっと思い切って暗くしてみました。これはですね、縁取り癖とは関係ないんですが、縁取り癖って要するに別の言い方をすると、同じ明度変化の連続で絵を構成してしまう癖とも言えます。顔の明るさと手の明るさ、そして足の明るさ、これを全部同じにしてしまうってことです。でも考えてみたら、上から光が当たっている場合、光に近い部分は明るくなりますが、逆に光から遠い部分は少し暗くなるはずじゃないですか。それを同じ明るさで描いてしまうと、なんだかちょっとね、平面的でペラッとした印象の絵に見えてしまうことがあります。なのでこのように場所によって意識的に明るさを変えてあげることで、より自然な立体感や存在感を感じられる絵になるんです。足だけじゃなくて腕についてもこの考え方を適用してみましょう。それで言うと奥の腕、この腕ですね、ここも少し暗くした方がリアリティを感じられるようになるかもしれません。やってみます。はい、こんな感じです。ここまでは体の部分について自然な存在感が感じられるように調整してきました。僕が言いたいこと、徐々にね、分かってきたんではないでしょうか。次は顔の部分についても同じ調整を加えていきます。顔の部分にもね、この考え方を適用させることで、さらにテッキさんのうちの子、若菜ちゃんの魅力をぐぐっと引き立たせることができると思うので、注目しておいてくださいね。まずは横髪からいきましょうか。やっていきます。はい、横髪はですね、縁取り癖ももちろんそうなんですが、さっき襟元の部分でも指摘したこのビラビラさせる演出ですね。これをちょっとやりすぎてしまうと形状が不安定に見えてしまうので、少しね、その演出を抑えめにしてあげました。次は頭頂部、頭の上の部分ですね。やってみます。はい、頭の上の部分は結構ね、大胆に変化させました。縁取りの白いハイライト、この部分ですね、この辺を思い切って取って、向かって左側は明るく、向かって右側は暗い色にしてみました。縁取りに慣れているとね、密度を減らすと不安に思うと思うんですが、全部終わった時にどう見えるでしょう。結果を楽しみにしてください。さらに前髪です。やってみます。
はい、前髪についても今やったのと同じように調整を加えてみました。ちょっとね、この部分については少しバンダナみたいに見えてしまっていたので、この横のラインはね、取ってしまいました。次はお下げの部分もある程度緩和していきます。はい、こんな感じ。主にね、この部分が分かりやすいと思いますが、明るい部分はこの部分だけにまとめてしまって、他は暗くしていますね。で、最後に顔の部分ですが、これも一種の縁取りにあたるかもしれませんが、白目のこの明るさですね。このイラストは顔の正面が暗くなっていますよね。なので逆光気味なイラストなんですが、その反面ですね、白目が結構明るいです。これもね、ちょっと不自然に見える要因になってしまっているので、白目を少し暗く調整します。はい、こんな感じ。あとですね、ちょっとこれはめちゃめちゃ細かいんですが、ハイライトの入り方、こうするのもありです。はい、ハイライトを入れる部分を向かって左ではなくて右側に移しました。画面にね、近い方にハイライトを持ってきた方が、より目線が見ている人に合うような感じがしますよね。見比べてみると、あ、目があったなっていう感じがしませんか？いかがでしょうか？はい、これについては好みによって使い分けてみてください。最後に髪の毛の書き込みとかで、ところどころ消えてしまった部分などがありますので、目元の微調整をしていきます。キャラクターについてはこんな感じです。最後背景についてなんですが、背景はね、そんなに指摘する部分がないです。むしろよく描けていると思うので、指摘する部分は1点だけです。それはこの部分ですね。この黄色いレンズフレアエフェクトなんですが、あまりに画面端に強く入れてしまうと、ここにね、目がいってしまってキャラクターの印象を弱めてしまうので、この部分だけ見直した方がいいかもしれません。はい、エフェクトを端っこじゃなくて真ん中気味に移動をしました。この方が若菜ちゃんの可愛さをエフェクトによって際立たせることができると思います。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？書き込みはね、減っているんですが、そんなにね、密度感が減ってクオリティが下がったような感じがしないのと、逆にね、自然な立体感が出たのがお分かりいただけると思います。今回の添削は書き込むことで逆に平面的になってしまって完成度を下げてしまう縁取り癖についてお伝えしました。はい、最初はね、服の部分なんですが、こんな感じで服のシワを全部同じ明度で縁取ってしまうことで立体感がそがれてしまっていましたが、縁取りをこう減らしていってですね、大きな影の陰影を見直したことで書き込みは減らしているのに自然な立体感が生まれるよという話をしました。そしてそれは顔の部分についても同じことが言えます。主にね、髪の毛の部分が大きいですが、同じ明度でハイライトを全体的に入れてしまうと頭も平面的に見えてしまって不自然な感じがしてしまいます。密度をね、上げるために縁取りをしたくなる気持ちはよくわかるんですが、やりすぎると逆効果です。ちょっと不自然かもなっていう風に思ったら、縁取りを減らして自然な陰影の関係を見直してみてください。ここまでね、書き込む力があるテッキさんですから、今回紹介した部分を取り入れることができれば、きっともうワンステップ上達の階段を上がることができると思いますよ。応援しています。
はい、今回はですね、縁取り癖っていう誰もがやりがちな失敗例を挙げてその改善策をお伝えしてきたんですが、同じようにですね、これ結構みんなやっちゃうんだよな、気づいてっていう失敗もっとねあるんですよ。そのポイントと解決策をお伝えした動画、イラストついやっちゃう失敗の解決法5選もおすすめです。何それ、失敗したくないって思った人はですね、ぜひこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。お知らせです。パイインターナショナルより技の書キャラクターイラスト徹底解説が出版されます。キャライラストを完成させるために役立つテクニックを厳選して解説した内容で、顔の描き方、ポージングの描き方、構図の取り方、線画の描き方、色の塗り方、そしてキャラクターデザインのやり方と、いつもの書籍は140ページぐらいですが、この本はなんと全部で240ページと、キャラクターイラストを描く上でのテクニックを網羅的に、そして読んだ人がなるべく自分に吸収しやすいように小分けにしながら丁寧に解説した、まさに技に特化した本になっております。キャラを魅力的に見せるための技がとにかく欲しい、精神論はいい、とにかく力をくれという方はぜひチェックしてみてください。電子版も同時に発売されますよ。興味がある方はぜひ動画下の概要欄、コメント欄の URL からチェックしてみてくださいね。海外翻訳版も出版社さんからのオファーをお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。